皆さんこんにちは。内科皮膚科医の友利新です。前回は毛穴に対する5つの誤解をお話ししましたよね。例えば冷たいお水ね、パシャッと顔を洗っても毛穴は小さくならないとか、毛穴の数は変わらないとか、皆さんって思うことをお話ししたかもしれないんですが、今日は皆さんが気になる毛穴ケアについてをしっかりとご説明していこうと思いますので、最後までご覧になってください。まず毛穴には2種類あると思ってください。皮脂が詰まってしまうことによって起こる詰まり毛穴、そして皮膚がたるむことによって起こるたるみ毛穴、この2つになるんですね。で、年でいうとやはり、10代から20代ぐらいの方は詰まり毛穴が多いですし、30代後半以降の人っていうのはたるみ毛穴になってきます。なので一つ一つ、たるみ毛穴について、そして詰まり毛穴についてそれぞれ説明していこうと思います。詰まり毛穴の原因はズバリ、活発な皮脂分泌なんですね。油が多いんですよ。この油が多い原因っていうのは男性ホルモンによるものが結構占めています。男性ホルモンって思うかもしれませんが、女性にも男性ホルモンっていうのはあって、その男性ホルモンが分泌が多くなると、その皮脂腺という油の線を刺激して皮脂がどんどん出るんですね。なので男の人はもともと男性ホルモンありますから、結構油っぽいので、顔洗ってもスキンケアしなくてもいいっていう利点もあるんですが、女性は男性ホルモンが多くなると皮脂分泌が過剰になって、それが毛穴の中に詰まってしまうっていうことになるんですよ。で、ちょっと面白いことがあって、皮脂分泌が過剰なところっていうのは T ゾーンと呼ばれるおでこだったりお鼻だったりしますよね。で、それに加えてU ゾーンと呼ばれるところは比較的油が少ないところと言われています。で、10代から20代前半まではこの T ゾーンと U ゾーンの皮脂の分泌の差がとても大きいんですね。若い女性になれば若い女性ほどこの T ゾーンと U ゾーンの油分の差っていうのが開いてきます。なんですけれども、これが30代後半になってくるとぐっと狭まってきて、ほとんど変わらなくなってきて、で40代以降になってくると全く変わらないっていうデータがあるので、やっぱり年を取れば取るほど皮脂分泌は下がりますが、若ければ若いほど皮脂分泌が過剰になってしまう。で、その過剰な原因は男性ホルモンによるものが多いと言われています。男性ホルモン以外のもので言うと、食生活の乱れ、ストレスっていうことも皮脂分泌を過剰にする原因になってきます。さらに皮脂分泌が多いだけではなくて、そこに角質が厚くなるっていうことがプラスされます。皮脂というのはそもそも角質を膜を張るように、バリアをしているんですが、その角質が厚くなってしまうと毛穴を閉じてしまうので、毛穴の中で皮脂が詰まってしまうことになります。なので角質が厚くなることと皮脂分泌が過剰になること、この2つが詰まり毛穴の大きな原因になってくるんです。ではどういうふうにケアをしていったらいいかというと、詰まり毛穴は3つポイントがあります。1つは角質ケア。これはですね、よくクリニックとかではピーリングというものをして角質を薄くしていくんですけれども、お家ではなかなか難しいです。で、正直ピーリング剤というのは私たち医師が患者さんの皮膚の状態を見てピーリング剤を決めていくというような、結構デリケートなものになります。なのでご自宅でやる場合はやりすぎてしまってもいけないので、毎日のケアとして私がおすすめなのは酵素洗顔になります。私が最近使っているのはこのオバジさんの酵素洗顔なんですが、大体酵素洗顔ってこういう風に個包装になっているものが多いです。角質を柔らかく分解してくれるような成分が入ってるんですね。で、これをしっかり泡立てて、お顔全体にのせていただくんですが、クレンジングのところでもお話ししましたが、ゴシゴシはダメです。泡をのせるだけでも全然いいですから、しっかりと泡立ててのせてください。で、ポイントは毛穴が気になる場所に置くということがポイントなんです。10代20代の方がすごく皮脂が詰まりやすいって言いましたけども、中には混合肌っていう方もいらっしゃるんですね。なので私はよく皆さんに言うのが、顔に自分の顔の地図を描きましょうとお話しします。どういうことかっていうと、自分のお顔どこがテカテカしているのかなとか、どこが毛穴が開いているのかなっていうのを鏡を見て自分で分布図みたいのを描いておくんですね。なので酵素洗顔もお顔全体に洗ってしまうと乾燥する方もいらっしゃるので、きちんと自分の顔の地図を描いていれば、じゃあこの T ゾーンだけこの酵素洗顔で洗おうかなっていうようなことができると思います。
スキンケアってお顔全体に同じものを使うんではなくて、こうやってお肌の地図を作ってそれの部分的なケアということもとても大事なので、特に毛穴ケアはそういったことをしてみてください。角質ケアをした後は次は皮脂分泌ケアになります。皮脂分泌を自宅のホームケアで抑える場合にはポイントはビタミン C になります。ビタミン C っていうとシミのケアっていうイメージ大きいかもしれないんですが、脱脂作用といって油を抑える効果と、もう一つは抗炎症作用というのがあるんですね。実は皮脂が活発になってそこに詰まってしまうと、よく聞く油焼けと呼ばれる状態でそこに炎症が起こってしまうんですよ。なのでビタミン C で油を抑えながら、この過剰な油で皮脂が、炎症が起こったことを抑えてあげるっていう、この2つをしてあげることがポイントになります。なので私が、ビタミン C を使っているのは、2つあって、まずはピュアビタミン C と呼ばれるオバジさんとか、あと私が最近お気に入りのこのスパトリートメントさんのリアル C セラムとか、これはどちらもピュアビタミン C といってアスコルビン酸というものが入っています。こういったものを選ぶか、あとはもう一つ、前回ドラッグストアコスメでもご紹介したシーラボさんの V エッセンスローションとか、これにはですね、APPS と呼ばれるビタミン C の誘導体が入っています。こういったものを積極的に取り入れていただいて、皮脂の分泌を抑えたり抗炎症作用をしていただけると、詰まり毛穴も良くなりますし、詰まり毛穴の後の、黒ずみということも抑えられます。でもう一つ、皆さんが意外かもしれないんですが、詰まり毛穴にはしっかりとした UV 対策も必要なんです。毛穴に UV 対策と思うかもしれないんですが、実は詰まった皮脂がですね、紫外線に当たると酸化ということをして、いわゆるサビですね。そうすると毛穴が黒ずんでしまうんですよ。なので詰まった毛穴が黒く目立ってしまう原因になりますので、毛穴が気になっている方はしっかりと UV 対策も怠らないようにしてみてください。そして先ほどお話ししたビタミン C なんですが、ビタミン C って朝使うとなんとなくシミの原因になるというまことしやかな都市伝説があるんですが、それは実は間違いなんですね。ビタミン C というのは朝入れておくとですね、紫外線が当たったことによって、肌が錆びついてしまうものを抑えたり、日中の皮脂分泌も抑えてくれますから、しっかりと朝も入れましょう。もちろん夜入れることで肌の修復力も高めてくれますので、ビタミン C というのは朝も夜もしっかりとスキンケアに組み込んでみてください。次はたるみ毛穴についてです。たるみ毛穴って、文字通り、年を取ることによってだんだんと皮膚がもう垂れてきますよね。そう垂れてきたことで毛穴がですね、すり鉢状になってしまうんですよ。それで毛穴がどちらかというと涙の形のように涙状の毛穴になってしまいます。特にほっぺだとかは皮膚がたるんだ状態が分かりやすいので、詰まり毛穴と違ってお花というよりはこういったほっぺただとかに多く見られるようになります。で実は怖いことに、詰まり毛穴の方っていうのは先ほどお話ししたように皮脂分泌が過剰で、そこで油焼けといって炎症が起こるって言いましたよね。そう炎症が起こるとですね、たるみ毛穴も起こりやすくなるんです。なぜかというと、炎症が皮膚の奥のコラーゲンとかエラスチンとかを切ってしまうので、たるみの原因になるんですよ。皮脂分泌をコントロールする詰まり毛穴をケアすることっていうのは、将来のたるみ毛穴にもつながっていくんです。もちろんたるみ毛穴っていうのは詰まり毛穴だけではなくて、皮膚がたるむことが大きな原因なので、もう一つの原因というのは紫外線ですね。紫外線に常に当たっているとコラーゲンとかエラスチンが切れてしまって皮膚がたるみますから、たるみ毛穴の一番の予防は日焼け止めになります。ただできてしまったたるみ毛穴、これっていうのはなかなか難しいんですけれども、たるみ毛穴をケアする一番の成分は実はビタミン A になります。ビタミン A にはレチノールとかビタミン A の誘導体というものがありますね。でレチノールというとシワ改善という美容液が一番おなじみなんですが、私が最近ドラッグストアとかで使っているお手頃なのがこのラロッシュポゼのレダミック R エッセンスというものになります。これは敏感肌の方でも使えるレチノールになりますので、こちらちょっと敏感レチノール使うのちょっと怖いなと思う方はこちらおすすめかなと思います。でもう一つビタミン A にはですね、ビタミン A の誘導体っていうものがあって、パルミチン酸レチノールというようなちょっとマイルドに効いていくようなものもあります。
それが入っている代表なものが私も長年愛用しているんですが、このエンビロンさんになります。これはパルミチン酸レチノールというものが入っていて、どちらかというと穏やかに効いていくものになっています。ちなみにプチプラコスメので紹介したこのアクアレーベルの化粧水にも実はパルミチン酸レチノール入ってるんですね。たるみ毛穴にも効果があるんじゃないかなと思っています。毛穴といっても年齢だったりとかできる場所によってケアが全く違ってきます。ただ共通しているのはやはり必要な栄養素を入れていく。詰まり毛穴だったらビタミン C ですね。たるみ毛穴だったらビタミン A を入れていく。そして共通するのは日焼け止めをしっかり塗るということになります。皆さん自分がどの毛穴タイプなのかということを分かること、そしてスキンケアというのは全部同じものを顔に使う必要はありません。例えばですよ、お鼻は詰まり毛穴、ほっぺたはたるみ毛穴、どっちも混在していることもあります。なのでお顔の地図を書いて、例えば T ゾーンは詰まり毛穴だったら詰まり毛穴用のケア、そしてほっぺはたるみ毛穴だったらたるみ毛穴のケアをするというように部分的にケアをしてあげることもとても大切になってきます。いかがでしたか？このチャンネルではこのように美容や健康、医学の立場から分かりやすくお話ししていますので、よかったらチャンネル登録お願いします。そしてコメントなどいただければとても嬉しいです。では皆さん、次の動画でお会いしましょう。さようなら。